こんにちは、ミニマリストの小野です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はご覧のようにちょっと私の服を後ろに並べてみました。で、この間おしゃれを手放した話についてラジオにてお話をさせていただいたんですけども、今日はその実際に何をどのくらい持ってるかみたいなのとか、あとどういうポイントで服を選んでるかとかお話を実際に撮りながら話してみようかと思います。よろしくお願いします。はいなんか今日めっちゃ明るくてちょっとね、カメラ持って撮りたかったんですけど、それだとちょっとね明るさがバーって変わってしまうんで、ちょっとこのカメラ固定で今日行こうと思います。もしよかったらこの動画を見る前にラジオを聞いていただけるとちょっとなんか入ってきやすいかなと思います。で、私が持ってる服が全部で34着、インナーと靴下と含めて、あと寝巻きとかスポーツウェアとかも含めて34着なんですけど、あと今日今着てる服とかこのお洗濯出してる分とかがあるんで、あと下着写すわけにもいかないっていうのもあって、ちょっとない服もあるんですけど、一応見せられる分はここに全部置いてます。で、靴は3足ってこの間ラジオで言っちゃったんですけど、間違えてました。4足でした。1個忘れてて、サンダルを忘れてまして、それ含めて4足です。はい。で、ちょっとこれいくかな、アウターからちょっとマスクしたまま喋るとねハワハワなっちゃう。はい、ちょっとねまずアウターからいこうと思うんですけど、アウターがこの3つですね。1、2、1、2、3、冬のアウターがこの3つです。で、着るとき、一応この2つはセットで着る。で、こっちが1個できるやつなので、ちょっとこっちからいきますね。難しいな。これが、2020年のものだと思うんですけど、去年のユニクロのシームレスダウン、多分レディースの L サイズだったかな。ちょっとオーバーサイズのやつだったかなと思います。これはもう本当汚れても、洗えれば本当はいいんですけどね、洗えないのがちょっと困ってるんですけど、クリーニング出さなきゃいけないから。ね、頑張れば洗うっていう人もいるけど、ちょっと私はできないんですよね。本当は洗える上着がいいんですけど、ちょっとね今ずっとこれ使ってるから、ちょっとねこれでしのいでます。もう本当暖かさだけはすごいピカイチですね。そう洗えないのゴワゴワするんで、ちょっとねなんか着てるとちょっとねごわつきを感じるんですけども、それよりも何より暖かいっていうので、一応もうこれはもう何年か前から買い直し続けて使っています。まずこれがアウター1個目ですね。これはもうパーカー感覚で使っているものです。で、2つ目は、これはですね、タグついてるんですよ、まだね。買ったばっかなんですけど、今年めちゃくちゃ人気だったユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボ商品のウルトラライトダウンオーバーサイズジャケット。これメンズのもののブラックの M サイズです。これはもう残り在庫2点のところをギリギリすごい悩んでたんですよ。ずっと買いました。これはぶっちゃけ私1枚で着るにはちょっと似合わないんですけど、ウルトラライトダウンっていう商品がやっぱすごいいいじゃないですか。で、この子がすごく私は気に入ってて、この子ってちょっと薄手のコートみたいな感じなんですけど、これを着るために買ったっていう感じですね。だからちょっとそのインナーに着るためだけに買うのもなっていう風にずっと悩んでたんですけど、ちょっとやっぱこの子が可愛すぎて優秀すぎて若干似合わない気はしてるけど、でもっていうのでちょっと悩んで、今年しか買えないっていうのもあってね、ちょっとミニマリストらしくない消費行動になっちゃったかもしれないですけど、買ってしまいました。この子ですね。で、ちょっともうちょっとあと数日後に着る予定が一応あります。で、ですよ、でもこの子ですよ、7990円でこのクオリティはマジですごいと思いますね。で、こっちはこのくらい結構丈が長いんですけど、後でちょっと着ますね。このくらいになるんですけど、これはちょっと地元のセレクトショップで買いまして、ブランドとかは特にね知らないんですけど、さっき調べたら何だったかな、ニュ
ミューニックだったかな、なんかそういうブランドでしたのもので、その洗えるし可愛いし、なんでしょうね、着た時のシルエットもすごい綺麗だしっていうんで、もう2年ぐらい前に買って、なんかね、普段使いはあんまりしないんですけど、ちょっとパーカーとかダウンだとちょっとなみたいな時にこっちを着てます。で、薄手なんで秋口とかも使えるし、腕まくったりして使っています。そう、パーカーだとちょっとなみたいな時にこういうのがあるといいですね。で、ちょっとラックからいきますね。で、この人たちは、はい、こんな感じです。これはあれです。上の子の入学式と卒園式で着たセットアップなんですけど、こんな感じ、オーバーサイズのジャケットとパンツですね。これはユナイテッドアローズビューティーユースですねのやつなんですけど、多分上下で定価が4万ぐらいだったんですけど、それはセールで3万2万5千とかで買いました。めちゃくちゃ可愛くて気に入りなんですけど、まあもうその入学式用で買ったから他に着る機会は多分ないんですけど、下の子の入学式卒園式まで来てから、ちょっと手放そうかなって思ってます。悩んでます。これすごい可愛いんですけどね、なかなか着ることないですよね、この服は。っていうのがあります。で、ここにかかってるのは、これがね、まだちょっとしわくちゃなんですよね。畳んでたからごめんなさい。これはユニクロの無印のシャツです。これは春と秋に T シャツの上の温度調整用で買ったんですけど、あんまり使ってなくて、まだちょっと次のシーズンまで使ってみて、このご検討します。黒だとね、ほこりが目立つのよね。こんな感じで、次ちょっとこっちいきますね。よいしょ。これがまず T シャツ類、見えるかな、 T シャツ類なんですけど、全部で12345枚、ちょっとまだタグついてるやつもあるんですけど、長袖と半袖で全部で合わせて、ここには5枚あるんですけど、私が今1枚着てるので、長袖、半袖 T シャツ計6枚ですね。半袖が4枚と長袖が2枚ですね。でも多分これは全部ユニクロかな。これだけ、この茶色だけユニクロじゃなくて、リムアークっていう、リムアークっていうブランドのちょっとオーバーサイズの T シャツです。これは結構気に入ってて合わせやすくて、制服化ではないんですけど持ってます。で、この子がヒートテックコットンオーバーサイズ T だったかな、は今季のものです。これは今着てるやつ、下に。で、これ長袖でヒートテックなんですけど、表が何ですっけ、コットン、裏がヒートテックみたいな、多分エアリズムのヒートテック、エアリズムコットンオーバーサイズ T のヒートテック版だと思うんですよね。だから外で1枚で着てもその下着感なく着られる暖かいヒートテックの T シャツみたいな感じで、これを持ってます。これはいつもインナーに着てるやつで、T シャツはこれは2021年の夏に購入したエアリズムコットンオーバーサイズ T、 これは制服化に使っていたやつです。これは皆さんご存知かと思うんですけども、裏がエアリズムで表がコットン素材の涼しいしすぐ乾くしっていうのがすごくよくって、これね、毎日黒を着てたんですけど、ちょっと黒1個ダメになってしまったので、今1枚しか残ってなくて、白が2枚残ってる代わりにあるっていう感じですね。なんで T シャツ類が全部で6枚かな。はい。で、さてどこかな、あと、1、2、3、4、今履いてる、これですね。この子が制服の制服化で使ってるボトムというか、もうこれしかボトムは基本使わないっていうやつなんですけど、1個だけね、タグ付き多くないですか1個だけタグ付いてるんですけど、これ無印の撥水ストレッチチノタックアイドパンツです。で、これは今全部で5個あるんですけど、ね、黒のストック新品が2つと、黒同じもの
これとこれは同じもので、今履いたやつ黒が2つと、あとブラウンが1個あるんですけども、なんかね黒に慣れてしまうとブラウンを履く機会がなくて可愛いなと思って買ったんですけど、まだちょっと履いてなくて、これはちょっとどうしようかなと思ってます。この子がもうね、この子がめちゃくちゃ動きやすくて管理も楽で、なんかインスタとかでも人気ですよね。で6月に買ってもう半年間ぐらいずっと2着しか履いてないんですよ。ほぼ多分履いてないの1日2日ぐらい、半年でだと思うんですけど、もうずっと長持ち、この2着でずっと回しておりますが、もう全然ミストもしないですね。はい、っていうのが、なんでパンツが5本あります。で、次がちょっとこれ寝巻きなんですけど、最近買いました無印良品の商品名ちょっとわかんないんですけど、スウェットの上下ですね、レディースのものです。でこの間までこれを寝巻きにしてたんですけど、なんかやっぱ寝るときはこっちの天然繊維の方が私は安眠できました。なんかこれ着て寝ると汗がこうこもる感じが、ヒートテック着てるからですかね、こもる感じがして、すごくなんかね熟睡できない感じがあったので、ちょっとそっち、いやあとフードがついてるからっていうのもあるんですけど、やめてこっちに、これは去年使ってたのをまた買い直したって感じなんですけど、上下コットンのものです。なので寝巻きが上下2つですね。ほいで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 、これが海用とスポーツ用ちょっと子供たちを海に連れて行ったりっていうことがまだまだプールとかあるもので、これはエアリズムのパーカーですねが1枚、あと冷房対策に使ったりもします。こっちはナイキのレギンスがスポーツにも使えるし、海とか川とか行く時にも使えるっていうので1枚持ってます。なのでこれを上下でこう着ることが多いかな、夏とかにですね。スポーツしませんけどね、基本で。そういう時用の、これはカウントに入れてないけど帽子かぶりませんけどね、ノースフェイスです。これは多分ねあんま似合ってないんですけど、なんかそういう問題じゃないって感じのやつですね。日焼け対策で、これも濡れても大丈夫なやつですね。海とか行く時に持っていってます。制服化している服でちょっとここにないやつがこれですね。ちょっと商品名がウルトラストレッチ、ちょっと待ってください。ウルトラストレッチドライスウェットプルパーカーっていうユニクロのパーカーですね。で、コットン素材のパーカーではなくて、ポリエステルとポリウレタンのものです。確かだけだったと思いますけど、93% ポリエステルでポリウレタンが 7%。去年までは普通のコットンのパーカーを制服化に使ってたんですけど、コットンのものだとやっぱこのフードの裏がすごく乾きにくいっていうのと、色あせをどんどん黒だとねしていくんですよね。黒いパーカーどんどん色あせていくのと、ここが乾きにくい、あとこういうところがなんかちょっとシワになりやすいっていうので、この子がずっと私は前から気になってて、もう化学繊維のパーカーみたいな、なんか未来っぽいですよねそう、これがずっと気になって今年初めてちょっとね買ってみました。そしたらすっごくよくって、動きやすいのと、もう夜干して朝にはね乾いてるんですよ。シワにならないですね。あとねとか、ちょっとめちゃくちゃ生活感が溢れてしまうんですけど、こんな感じで干しても逆さまにめっちゃホコリがつきやすいんだよね。でもね、なんかこんな感じで干しても普通ここがね肩ついちゃうじゃないですか。ここも肩つかないんですよ。ポリエステルがすごい弾力性があるので肩崩れしにくかったりとかシワになりにくいっていうのはそのポリエステルの力ですね。ただとっても静電気が起きやすい、肌と触れると、肌とか他のコットン素材とかとこう重ねると静電気が起きやすいっていうのと、あとホコリがつきやすいですね。これがつきやすくて、いつも着る前にこうやってコロコロして、今もめっちゃついてるしコロコロしてから着てます。でもちょっとこの手間がめんどくさいですけど、やっぱコットン素材のパーカーに比べると全然こっちの方がお手入れは楽だなーっていう感じがしてます。で若干でもこのなんかね、フードがコットン素材のパーカーよりもフードの存在が結構気になってきちゃって、こう後ろに
下がっていく感じがするんですよね、作業とかしてると。なんでちょっとこれついてないプルオーバータイプのものもちょっと購入してみようかなって思ってます。はい。はい。靴。基本、この子、黒のコンバース。で、黒地に白のソールですね。のものを、これが一番履いてます。で、もし洗う時とか濡れてしまった時のために、一応ね、白もあるんですけど、替えで。ほとんどでもこっち履いてなくて、数回しか履いてなくて、やっぱ黒2足とかの方がいいかな、黒白よりもね。ちょっと悩んでるんですけど、なんで普段使いのスニーカー2つと、サンダルがあります。これはめちゃくちゃお気に入り。水国っていうところのサンダルなんですけど、ちょっと厚底ですね、こんな感じで。厚底のサンダルになります。これは多分メンズなんか男の人が履いてるイメージなんですけど、もちろんレディースサイズですけど、とても気に入ってます。ボリュームがあるのでちょっとね、バランスが取りやすくていいですね。で、この子が冠婚葬祭用で一応保管しているパンプスですね。ずっと箱に入ってるんですよ。だからこの子とこのセットアップを一緒に着るようで保管してるんですけど、どうしましょうね。あと冠婚葬祭はちょっとね、決めかねていて今持ってない状態です。なんか一着買っておこうかなって思うんですけど、どこで買おうかなとかいろいろ考えると分かんなくなっちゃって、ちょっとね悩んでます。どうしよう。なんで靴が今4足あります。で、あとちょっと衣類カウントには入れてなかったんですけど、小物類を若干ちょっと紹介しようかと思いますけど、さっき帽子1個紹介しちゃいましたけど、この子、これは帽子帽子好きとかじゃなくて必要っていうので、夏に公園行くとかやっぱ必要じゃないですか、子供いると。なんで全然夏っぽい素材じゃなくて、これスウェードの帽子なんですけど可愛いんですよ。これはエンダースキーマっていうブランドです。なんかレザーのブランドなんですけど、エンダースキーマ好きなんですよ。可愛いです。これは唯一似合う私の帽子ですね。でバッグが2つあるんですけど、ちょっとこっちはもう使いすぎてボロボロなんですけど、買い替えるか新しいの買い替えるかどうかを悩んでます。もう3年ぐらい使ってるんです。メゾンキツネのもの。使いやすすぎてもうやばいんですよ。裏がボロボロ、穴開きそう。ほら見えますか、穴開きそうになってるんですけど、それだけすごい気に入って使いやすくて使ってたんですけど、ちょっとねクタクタすぎてもうちょっとみっともなくなってきちゃったんで、どうしようかなってとこです。でこの子は MM6 のトライアングルトートですね。これはめちゃくちゃ可愛いんですよね。気に入ってるんですけど、でこの子もこれ用で取ってあるんですけど、普段使わないからどうしようかなって。でも本当にすごい存在が好きなんですけど、使う機会がとにかくなくて悩んでます。ただ可愛いメッシュなトライアングルトートですね。めちゃくちゃ可愛いんですけどねっていう感じです。はい。であと下着はお店はさすがにしないんですけど、基本このパーカーの下にヒートテックを着て、この下にまたヒートテックを上下で履いてます。で極暖ですね。ヒートテックって3段階ありますよね。一番薄いやつと極暖と超極暖ってあるんですけど、極暖をこの一番下に冬は着ていて、でこの撥水タックワイドツナパンツが薄いんですよ。ポリエステル 100% だったかな、ほぼポリエステルのみで作られてるので、かなり夏はいいんですけど、冬はやっぱり寒いっていうのと、静電気が肌と触れ合って起きやすいので、それを防ぐためにこの下に実はレギンスを履いている。これはヒートテックのレギンスを履いてます。そしたら静電気は起きませんね、冬でも。っていう風にしています。一旦ちょっとここでこの紹介は全部終わりですね。はい、こんな感じで下にビニールちゃんと引いてます。靴履きました。今私服がほぼ、今のシーズンは今冬なんですけど、こんな感じで生活をしてます。
さっき説明しましたけど、上はユニクロのウルトラストレッチドライスウェットプルオーバーパーカーだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、を着ていて、下は無印の撥水はタックワイド地のを履いてます。で、下にはヒートテックコットンオーバーサイズティー、ヒートテックコットンなんだったかな、そんな感じのやつです。長袖です。はい、を着ています。で、靴はコンバースの普通のローカットの靴ですね。黒地に白ソールっていうのが一応こだわりです。はい。で、私そう言い忘れてましたけど、身長が164センチで、体重も言うけど55キロです。で、ちょっと下半身の方が、上半身より下半身の方が大きめなんですね。なので、こっちでちょっと足太くなってきちゃったんで、もうスキニーパンツを履けなくって、ですね、このパンツがすごいいいところが、これタックが入ってるんですよ。ここにタックっていうのはこれのことですね。ここにタックが入ってるんで、ここにこうね、折り目ができますよね。これがあることによって、これがあるのとないのは多分全然違うんですよ。ここがあることによって、ここに立体感ができますよね。こっちが高くてこっちが低いみたいな奥行きが出るので、おそらくですけど、これは私の勝手な所見ですけど、こっちが高くてこっちが後ろ手前奥に見えるっていうことは、こう立体感が出るっていうことで、ここがないとここが面に見えてしまうので、これがないとですね、面に見えてしまうので、多分ここの幅が広く見えちゃうんじゃないかなっていうことで、ワイドパンツでもこのタックがあるものじゃないと、私はちょっと足が太く見えちゃうので買えません。なんでこれはもうすごいお気に入りなんですけどです。で、ちょっとM サイズちょっと大きめですね。 L サイズを履いてます。 M サイズちょっと太ってる時に買ったからっていうのもあるんですけど、ちょっと緩くて、でこれが M サイズになると若干丈が短くなるかな。このぐらいになるかな、多分。だから今これでちょうどいいかな、私的には。感じですね。こうで後ろこんな感じです。でこれで普段の仕事と、子供と過ごす休日はこれで過ごしています。で、もう真冬になるとこの上からアウターを着るんですけど、シームレスダウン、ユニクロのシームレスダウンですね。着るんですけど、こんな感じでもう機能性しか考えてないみたいな感じです。このシームレスダウンがね、優秀すぎるんですよね。ちょっとこうなれます、寒い時はですね。でもこれちょっと本当はね、ゴワゴワするところがちょっと嫌だなっていうので、薄くて同じぐらいかちょっと劣るぐらいの暖かさのアウターがあるといいなっていうのと、あと洗えるのがいいなっていうので、これ洗えないからクリーニング出すしかないから、そこがちょっと困ってますね。なんか結構高いんですよね、クリーニング出すと2000円とか3000円とかかかっちゃうので、そこはちょっと困りますね。はい、なんで真冬はこんな格好でいつも仕事や何やをしております。はい、でちょっとパーカーだとあれだなみたいな時があると思うんですけど、そういう時のためにちょっともう一個アウターをちょっと着てみます。こんな感じか、こんな感じかな。パーカーだとちょっとみたいな時はこっちでこうかなと思ってます。で、中にはウルトラライトダウンオーバーサイズジャケットだったっけを着て、その上にこれ、ボトムは変えてないです。靴も変えてない。これになんかね、逆にヒールを履いちゃうとちょっときれいめすぎて、なんかおばさんっぽくなる。おばさんですけどねぽくなっちゃうのがすごく嫌なんで、これにはコンバースがちょうどよかった。こんな感じかな。多分これを出しちゃうとちょっともっさりしますよね、多分。もっさりするから、この場合はちょっとインしておいた方がいいかもしれない。こんな感じか。はい。なんかこれだとちょっとね、似合わないなって思うんですよね。
なんか保護者っぽい、保護者ですけど閉めてしまえばいいかな。これだったらいいかな。いや、なんかいまいちこれだけだとやっぱちょっと似合わない気がします。涼しかった時はこのパーカーめっちゃインしてるパーカーなしでできて、恥ずかしいめっちゃインしてる。秋とかはこのぐらいの1枚ずつで着てました。曲げた方がすっきりするかな。これはちょっと涼しい時バージョンの着方、こんな感じで着ておりましたが、恥ずかしいな。で、パーカーを着るほどじゃない時、秋は、このパンツは同じで、上をロンティーの状態にするんですけど、このヒートテックのロンティーはちょっと1枚で着るにはちょっとっていう感じです。なんか変でしょ絶対変でしょ。なんかちょっと1枚で着るにはやっぱここがなんか下着っぽい、素材がなんかちょっとやっぱ下着感出るっていうのと、なんかね、丈がこれ確かメンズの M サイズなんですけど、なんかね、身幅がねちょっと細いんですよ。の割に丈が長くて、ほらなんか変変だから、まあ、これ着るとしたらいいんじゃないと多分変ですよね。こっちに鏡があるんですよ。これだったらまだいいけど、こっちがちょっと変ですよね。今度はヘインズかな。こういうとこはこだわるからね、制服買って言っても。でもめちゃくちゃ動きやすいので、もうほんとパーカーの下にはこっちの方がいいんですよねっていう悩み。なんかあと色がちょっとインナーっぽい色みたいなのもあります。だからヘインズとユニクロの戦いを私はいつもこうやってしてるんですけど、はい、なのでちょっと秋はちょっと、ロンティー、これじゃないかもしれないけどロンティーに変わります。涼しい。はい、夏はこれを着てましたが、ちょっとここがやられている気がする。はい、夏はこんな感じで過ごしておりました。居酒屋のバイト行くみたいじゃないですかめっちゃ涼しいです。今来たら。私はやっぱり夏が好きですね。冬がちょっと嫌いです、結構。で、あとアップルウォッチつけてます。はい、でボトムはやっぱり同じですね。でこれはエアリズムコットンオーバーサイズ T ですね。2020年のやつです。でこの子はもうほんと完璧なんですけど、1個乾燥機にかけられないっていうのがちょっとね問題点で、ここがね乾燥機にかけるとこの襟がベロベロってなって立っちゃうんですよ。ピャってピャってなっちゃうので、絶対ハンガー干ししかできなくて、この子は本当に優秀、楽ちん、めちゃくちゃ使いやすくて、でもこぞってみんな着るからみんな同じシルエットみたいになってた時期が私的にはありましたね。それでもいいんですけど、安いし楽なんで、多分もう T シャツはこれをずっと着続けるんじゃないかなと思います。1200円とかですしね。はい、で時々白に変わることもあるんですけども、白 T がちょっとね年齢的にも似合わなくなっている気がしていて、ちょっと白はカジュアルになっちゃうんですよね。だからちょっともう白 T は卒業かなって思いつつまだ持ってるっていう感じですね。はい、夏はこれで一応毎日過ごしてます。はい、そんな感じでよろしいかなはい、ちょっと最後に靴のこと喋っていいですか。ちょっとめっちゃ寒いけど、やっぱ T シャツめっちゃ楽ですね。このままいきます靴なんですけど、あと最後にコンバースの普通のコンバースのベーシックなやつをもう何年も履いてます。で黒地に白なんですけど、黒地に黒はなんで履かないのみたいなことをね言われることがちょいちょいあって、ミニマリストの人ってみんな黒で統一してる人が多いんですけど、私もまあ黒ですけど統一してる人が多いんですけど、なんかその真っ黒すぎるとちょっとなみたいなので、さっきインナーにロンティを重ねてたのもそれなんですけど、ちょっと黒全部黒、靴下も黒みたいなのだとなんかちょっとねやっぱギュッてしちゃう
なんかちょっと息が詰まっちゃうみたいな感じで、私は見た目的にですね詰まっちゃう感じがして、それでここに白を靴下とかもそうですけど挟みたいっていうのがあって、こういう理由から白を靴下とインナーと靴に入れてます。でなんかね、以前その真っ黒のコンバースを履いたことがあるんですけど、コンバース24.5 なんですよ。で同じ 24.5 なのに真っ黒のコンバースだとすっごい足がちっちゃく見えて、なんかあれですよね、ここまでこの紐もソールも全部黒ってなると、多分足がね黒のなんだっけ、膨張の逆は収縮、黒はこう細く見えるってよく言いますけど、あの効果だと思うんですけど、なんかすごい足がちっちゃく見えて、別に足がちっちゃく見えるだけならいいんですけど、体に対して足がちっちゃく見えるとなんかね、すごいバランスが悪くって、わかりますかね、言ってる意味が言ってることが伝わるかしら。なんかその足がちっちゃくて体が大きいとちょっとバランス悪いですよね。足太く見えたりとかもするんで、やっぱちょっと足はやや大きめで、私もこれ実はコンバースちょっと本当は足 23.5 なんですけど 4.5 を履いてるんだっけな、ちょっと24ですね、 3.5 だけど4を履いてる、ちょっとワンサイズ大きめ。 4.5 だとちょっとなんか大きすぎる気が、体に対しては大きすぎる気がしたので、なんか見た感じと履きやすさと加味して一番ちょうどいいのが24センチだったので、これを履いてます。これは安いし買いやすいし合わせやすいしっていうのをずっとこれを履いてますね。はい。あとなんかさっきも言ったけど、ミニマリストに多い黒と黒のコーディネートの時に、私的にちょっと気をつけてることがあって、気をつけた方がいいかなって思ってることがあるんですけど、なんかそのコットンの黒となんだろう、素材をコットンの黒同士を合わせるとちょっとなんていうのかな、ちょっともっさりするというか、なんかやっぱ化学繊維、これ今上下ポリエステルですけど、異素材を合わせるとか、例えばコットンだったら下はポリエステルにするとか、レザーとコットンとかでもいいし、ちょっとなんか異素材を組み合わせた方が黒同士のコーディネートはなんかね、うまくいく気がします。で、私の場合はもう化学繊維同士やしいいかみたいな感じで、あんま化繊同士だとねあんま気にならないですけど、ちょっと黒の色味が違うかなっていうのはありますけどね。でもそんなになんか気にならないですね。上下同じ色合わせるときは素材変えるか、コットンはちょっと避けた方がいい気がします。確かちょっと忘れちゃいました責任。はい、そんな感じでちょっといろいろと紹介させてもらいましたけど、もしよかったらなんか感想やご意見などを聞かせていただけると幸いです。ちょっと今日は私の主観でおしゃべりをさせてもらいましたが、はい、すいません、なんかちょっと間違いとかあったらごめんなさいねはい、またちょっとシーズン変わったりとか内容変わったりとかしたら、なんかまた紹介していこうかなと思いますので、こんな感じで今日はおしまいにしたいと思います。はい、じゃあ長いことお付き合いいただきありがとうございました。失礼します。